こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。今日は全てがうまくいく世界はあるっていうお話をしたいと思っています。なんか全てがうまくいったらいいじゃないですか。恋愛とか結婚とかパートナーシップとか人間関係とかお仕事とか、とにかく私たちって今現実を生きていて、あれもこ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 れもなんかいろんなことが全部うまくいったらいいですよね。だけど意外とパートナーシップがうまくいってたら仕事がうまくいかないとか、なんか家族関係が良くてもお金がうまくいかないとか、なんかそんな感じでどっかに歪みがあるような気がしてたりすると思うし、そういう現実を生きてたりするんじゃないかと思うんですけど、全てはうまくいく世界ってやっぱあるんですよ。本当にそういう原理は同じことですから、そこに対してなんかもう諦めなくていいとか、そういう世界があるんだよっていうお話をしたいと思っています。すいません、ちょっと騒がしくて。で、なんでそれが言えるかっていうのは、ソニーちゃんちょっと、ソニーちゃんソニーちょっとすいません。なんでそれが言えるかっていうと、結局自分の今の波動とか内側が外側に投影されてくるだけだから、内側が整ってるとうまくいっちゃうんですよね。自分自身の現実ってやっぱりうまくいっちゃう。内側の部分が外側に投影されてくる映画みたいなもんですから、この外側の映画がうまくいかせたいんだったら、内側のやっぱり考え方の観念とか、内側クリアになってこれば、本当に外側の世界が柔らかく現実が動いていくっていう感じですね。後から投影されていきますから、こういう風にしたいとか、こういう風になんていうのかな、自分がこうしたいと思っていることを内側でもう先にオーダーを出していたりとか、こういう風な、仕事がうまくいってると家族関係がうまくいかないって、もしそういう考え方があったら、やっぱり外側で映し出される現実はそういう現実になっちゃうってことなんですね。だから自分自身がその内側にどういう考え方の癖があるか、もうね、それと向き合うしかないんですよ。向き合ってやっぱ手放すっていうのは、もう気がつけば、私こういう考え方の癖があったなとか、ここの部分が苦しかったなって、そこに気がつけばほとんど外れるんですけど、気がついてあとはブロック解除、潜在意識を書き換えたりとか、あとはその波動を整えたり、周波数として統合のワークとかやっていただいてもいいと思うし、とにかくその気がついたら大体外れちゃうかな。でもやっぱりスピリチュアルな技法を使って定着させるってことですね。周波数としてしっかりと違う周波数を定着させてあげるっていう風にすると、現実はもっともっと楽に自由になっていくと思います。だから本当に全てがうまくいく世界ってあるんですよ。絶対に作れるから、本当に今苦しい方たちも大丈夫だっていうことが言えると思います。私は自分の人生でそうなってきたから。なぜならすごい考え方の癖がすごくあったんですよ。内側がもう本当に苦しくてしょうがなくて、それも圧倒的に自分自身の周波数としての癖を持ってたってことですね。こんなからくりなんてわからないですから、外側の世界はもう本当に歪みのあるものでしたね。パートナーシップうまくいってなかったですし、お金もうまくいってなかった、仕事もうまくいってなかった。もう自分の人生自体がもうダメだって、もうほんとギリギリでしたね。ギリギリ生きてられるのでもう精一杯みたいな感じだったんですけど、そこからやっぱり自分の考え方の癖、周波数のやっぱ苦しいところはどこなのかっていうところに向き合ってきました。今5年間ぐらいかな、向き合ってきて、もうかなりクリアになっていて、意識としては大きな意識、考え方の癖はまだありますけれども、あっても全然いいんですよ。ただちっちゃくしてないってことですね。自分自身のことを小さく過小評価してるわけじゃなくて、ある程度大きい大きさで自分自身のことを捉えられている、その周波数であるっていうことです。で、例えば人間関係とかパートナーシップがうまくいっててお金がうまくいかないとか、そういうことも思っていないし、
全部がうまくいくって思ってますね。だからこういうふうに思い込めば、自分自身がこの周波数に書き換えればいいんですよ。自分自身に思ってないってことが、要はその現実を外側に映し出されてますから、この何て言うのかな、内側のバイブレーションが外側に映し出されるだけですから、今の現実がどうなってるかっていうのを見ると、あなたの考え方の癖、観念っていうことがもうすぐに分かるってことですね。だって現実は絶対にうまくいくはずですから、そこをいつ手放すか、いつそこと向き合うかっていうことになってくると思います。今向き合いましょうよ。苦しいんだったらもう圧倒的に内側の、自分自身の内側にそういう考え方があるってことだから、そこの周波数を書き換えるやり方は、電球の玉だとすると、何か苦しいものがありますね。潜在意識書き換えるってことなんですけれども、何が苦しいのかな。じゃあパートナーシップがうまくいかないとしたら、旦那さんが嫌いとかね、旦那さんとうまくいくはずないって思ってるものがあるとしたら、ここに光の玉、電球の玉があって、それを外して一回投げて、こっち側に新しいものをつけます。これでこの周波数は変わりますから、楽になるんですよ、自分自身が。例えばそれでもまだ何かあるとしたら、そこのパートナーシップの部分で何が原因で、うまくいってないのかっていうのを掘り下げていきます。なんで私はパートナーシップがうまくいかないって思い込んでるのか。例えば親を見ていてパートナーシップはうまくいかないっていう考え方持ってるのかもしれないし、恋愛関係の中で今までの自分の過去の部分でね、恋愛関係の部分ですごくそういううまくいってない人を見てきて、それを思い込んでるのかもしれないし、だからなんでっていう感じでちょっと掘っていくと原因が見えてくるから、原因が見えてきたらもうそれに気がつくだけで周波数、これが原因だったんだっていうことに気がついて、やっぱクリアになっちゃうんですね。そうで、ここでまだモヤモヤしてるようだったら、さっきの電球の付け替えで、私はこれが原因でモヤモヤしていたみたいな感じで、こっち側についていって外してこっち側につけるとかやると、周波数としてファって軽くなりますから、このやり方でもいいし、原因やっぱり突き止めた方がいいですね。うまくいってない方は、なんでその考え方です。自分自身の考え方の癖が自分を小さくしている、自分を苦しめているってことです。だからもう反対に言ったら、こういう自分自身の観念と向き合う周波数、どういう周波数を持っているかっていうことと日々向き合っていけばクリアになっていきますから、現実は本当に楽に、全てがやっぱ良くなっちゃいますね。そんなにこう自由な世界ってあったんだなって、あってよかったなって思うんですね。よかったですよ、本当に。無理かなって思ってたんですけど、やっぱりでもどこかで、心の魂のどこかではやっぱりそこがある、全てが解放される自由な世界があるはずだって思っていました。でそしてこれが本当にあったんですよね。あったんですよ。簡単にできてます。からくりは自分の内側が外側に投影される。だから外側の歪みがあるってことは、こっち側には意味はないです。ほとんどない。内側、自分自身の内側にある考え方の癖があるって感じです。で、歪みがある場合は大体ハートからっていうよりも頭から来てるんですよね。頭が司令塔みたいな感じ、こうあるべき、こうしなければ、ああしなければっていうのがここのバイブレーションの方に行っちゃって、で内側に投影されるみたいな感じだから、ハートから来ることだったら大体本当にこう、なんていうんだろう、すっきりしたようなことが出てくるんだけど、頭を使ってる感情が出ているみたいな感じかな。だから意識を書き換えていくといいと思いますし、どんどん自分自身をやっぱり自由にのびのびとさせてあげるといいと思います。自分の内側が自由になってこれば、やっぱ外側の世界はやっぱ自由になっていって、私自身の場合だと、やっぱこういうスピリチュアルとか宇宙のことやっていますけれども、家族いますね。独身ではないですから、まず旦那さんがいて子供が3人います。そして、両親もいますし、お姉ちゃんとか、お兄ちゃんは亡くなってるんですけど妹もいて、いとことか、おじさんとか、とにかく家族関係、日本もインドもありますから、この人たちがやっぱり幸せであってほしいって思うんですね。だからパートナーシップもうまくいきたいし、子供たちも元気でいてほしいし、で今サロンもやってますから、サロンのメンバーも元気でいてほしいし、自分のお父さんお母さん元気でいてほしい、いとこたち、そしてなんていうの、家族関係、インドの方も日本の方も問題なく進んでたら本当に幸せだなと思うんですね。
で今現在の状況だと大体ですね、大体うまくいってます。みんながどんどん豊かになっていて、気がついてって解放されてるなっていう気がしますね。これはやっぱりその前の時は、だからお兄ちゃんの時もそうだったけど、やっぱ問題があったりとか、私自身のまず現実で旦那さんのこと、子供に対してもやっぱりこうあんまり子供のこと分かんなかったからうまくいかなかったし、お金もなかったし、で自分の実家の方もなんかちょっと問題があったりとか、やっぱりこういう感じでいろんなことがあったんですよ。インドの方も問題があったし、問題だらけでしたね。そうだけど今は何年だろう、こういうことが分かってきて、今5年ぐらいこういうことやってますけれども、全てがやっぱ自由になった、自分が気持ちとして自由になりましたし、現実として今は本当に苦しい問題がないですね。本当にありがたいなと思います。だからまずこういうことに自分自身が気がついて、まず自分自身の内側を自由にしてあげると、周りの人たちも本当に良くなっていくし、楽になっていくから、他の人なんてどうだっていいんですよ。とにかく自分が自由になっていくと、周りの人が要は投影されてくる。あなたの内側が外側のその人を投影してるだけだから、その人は全然関係ないんですよね。でも問題があるものだって内側の観念が入ってたりすると、やっぱり現実としてはそういう問題が起こるようなことがいっぱい起きちゃうんだと思うから、自分自身の考え方の癖をやっぱ外していく。一番やっぱりこう楽なのは波動を整えることだと思うんですね。とにかく波動乱れてるから、圧倒的にうまくいってなかった時は波動がめちゃくちゃ乱れてましたから、波動を整えること、安心、ほっとする、リラックス、好きなことをやる、無になる、何かに没頭するっていうことですね。これをやろうとすると、波動が乱れてる時は、でもあれやんなくちゃ、これやんなくちゃ、このこともやんなくちゃ、でもこんなことやってる時間ないっていう、これが要は頭の中のエゴですね。観念。そう、こんなことやってる時間ないとか、これがブロックになってるわけだから、これが苦しいんですよ。波動を整えていて、なんかこう現実のところでああでもないこうでもないってやるのを周波数として書き換えるっていう風にやっていただくと分かりやすいんじゃないかと思います。向き合う時は向き合いましょう。これはやっぱり誰もがそういう風にしてきてますね。人生の中で一時ですよ。一時そういう風に自分自身と向き合ってみてください。そうすれば本当に周波数として自分がまず楽になりますし、周りも良くなっていきますし、現実として一人一人が自分の現実を自由にしていくことによって、本当にいい世界ってできちゃうよね。だから自分の現実にやっぱ責任を持つというか、内側が外側に投影されるだけだから、苦しい方はこういうこと、からくりはこういうことです。そして自由な世界ってありますから、諦めないで大丈夫ですから、まず波動を整えましょう。安心してください。安心していただいて、心の中を少しずつ見たくないものを見ていく。そしてそれに気がついてあげる。自由にしていく。周波数として書き換えていく。っていうのを一人一人がやる時が来たんじゃないかと思いますので、ぜひやってみてください。あなたは本当に最高最善のペースで導かれていますから、自分のペースゆっくりとでいいですから。でも今なのかこの先なのか、どっちにしても先に自分自身と向き合う時が必ず来ると思いますから、今せっかくですからぜひ向き合ってみてください。安心して向き合っていただくといいんじゃないかと思います。全てが自由になる世界っていうのが誰もが実現する時が来ましたから、一人一人自分自身と向き合うということをやってみてください。ではまた撮ります。ではでは。